はい、皆さんこんにちは、レイナです。今回は日本語でビデオを作りたいと思います。ちょっと前にあげたビデオリスポンスでいじめのことを私の日本での経験のことを話したんだけれども、それで思ったのが留学中でもいじめってあるよっていうお話をしたいなと思ってビデオを作りました。面白いっていう話からもう日常茶飯事に起きちゃって英語を勉強するのが嫌になっちゃったりっていうとこまでのいじめも全部ちょっといじめっていうかあり得ることをお話ししたいと思います。1、これはもうねありえないのが留学し始めるとやっぱりあれみたい日本人だっていうことで日本人の人がガッてこう固まってやっぱグループになろうとするんだわっていうのが多分寂しいからとかなんて言うんだろう日本人だやったーみたいな感じになるのかな。それですごいグループ意識を持ってこういつでもグループでいなければいけないみたいな感じになってる人がいたりとか、でも逆に私みたいに面倒くさいからいいや別にって言って個人でこう勝手なことやっちゃう人と半分に分かれるんだけれども、私が、留学の語学学校にいてた時に20もう中半のもう死後になる大の男が若い子に向かって「あいつ生意気だから無視しようぜ」とかね君何歳っていうようなもう子供みたいな馬鹿げたその無視しようぜっていうのが行われたりとか、あと何て言うんだろう、今までずっと仲良かったのにいきなりなんかあいつこの頃ちょっと変わったよなっつって、その同じ男の子なんだけど無視しようぜとか、なんかすぐ無視しようぜっつって、それも一人でやればいいのに周りにいる人こうみんなに言って無視しないけど、結局そうなるとほらみんな怖くなってしたりとかするじゃない。まあそういうのがある意味でバカバカしいんだけれども、そういうのがね25歳とかだよ、もう大人だよがね小学校みたいなことをねしたりとかすることがこっちでもありえるから、そういうこともあっちゃうんだバカみたいと思って頭に入れといてください。1ね。2、これはちょっと馬鹿げたことではないんだけれども、これよくあるんだけど人種が絡むと怖いことになったりとかするっていうのが私もそうだったんだけど、韓国人の子と付き合ってたのね。それで韓国人のその彼とうまくいかなくなってくると、その彼がその友達とかにお話しするでしょ。そうしたらね、その友達がグループになって「あんたちょっとおかしいんじゃないの?」っていう形でなんかグループなんて言うんだろう、なんていうの、集団でこう来てこうチク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 やったりとかすることがよくあるの。でも私の場合はもうその時にあんたたちに関係ないしって終わっちゃったんだけど、私のお友達の子はその韓国人の男の子と付き合っててうまくいかなくなって、韓国人の男のみんな友達がその子をチク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 やってて、ほらもうその子はこうグワッて言えるような子じゃなかったから、学校でももうどうしていいか分からなくなっちゃって、でその男の子が日本語もしゃべれたもんだから、日本人の子たちにもその彼女がどうしたああしたっていうのを話しちゃって、日本人の子からもこうなんていうの、あんたちょっとおかしいんじゃないのってこうほっぽられちゃったりとかしちゃって、でそれが理由でちょっとノイローゼ気味になって登校拒否になっちゃって、学校いないなと思って久々に学校に出てきたと思ったらぷくっとしたのがもう骨々しくなっちゃって、結局ご両親がこっちに迎えに来なきゃいけなくなっちゃうほど鬱になっちゃったりとかっていうこともあるから、なんて言うんだろう、気をつけてねっていうか、気をつけてっていうかそういうこともあるんだと、これも知識として置いといてください。大丈夫説明できてるかな、うまく。それでね、これはよくある話なんだけど、私のお友達で会った時に英語私喋りたくないのよねっていうの、こっちに英語勉強しに来てるのに。でなんでって話を聞いたら、彼女のその時の彼と彼のお友達のとこにいた時に日本語喋れる人がいなくって、彼女がこう一生懸命話してたら、その彼の友達が「おめえの言ってる英語わかんないんだよ」って言ってもうツンってやられちゃったと。でそれで彼女はもう一生懸命こっちは頑張ってるのに
へーってなっちゃって、もうそこから英語をしゃべるのがトラウマになっちゃって、英語しゃべるのが嫌っていう感じで留学を続けてたっていうね。だからそういうこともよくあるっていうのが、なんていうんだろう、人種差別とかじゃなくって、ただ単に何言ってるか分かんないよっていう態度を取られる人っていうのは案外多いみたい。でももちろんそれがみんながみんなじゃなくって、なんていうんだろう、もちろんなんていうの、頑張ってるんだと思ってこうよくしてくれる人もいれば、別で私が教えた生徒さんでいたのが、プリント屋さんに行きました、説明受けたけど分かりませんでした、そんで嫌な態度を取られてしまうと。それでなんでそんなことされなきゃいけないのつってやっぱ泣いちゃったとかね。だからただ単にそういう時にあんまり個人的に取られないで思うのが、私は一生懸命やってるの、でもしょうがないじゃんで終えとけば、そこまで精神的になんていうのガツンとくることもないと思うから、そういう人たちはなんていうんだろう、なんていうの、寂しい人なんだなとか、人のこと理解なんていうの、人の感情を読み取れない悲しい人なんだなと思って、もうすぐ忘れちゃうっていう風な感じでアプローチかけていかないと、どんどん自分にプレッシャーになっていい効果が出てこなくなっちゃうから、そこは気をつけてね。大丈夫で、そういうねことが増えてくると、ホームシックにつながったりとか、また今度別の時にホームシックの話はしようと思うんだけれども、ホームシックになったりとか、鬱になっちゃったりとか、なんて引きこもりになっちゃったりとか、あと日本では絶対しないようなものに手出しちゃったりとか、ドラッグとかね。あと日本では絶対しないのにちょっと I love you って言われたから寂しくてふって男の人に言っちゃったりとかっていう、いろんなことに良くないことにつながっちゃったりとかするから、そういうこともありえるんだよっていうのだけ頭に置いといて、うまくそういう状況が来た時には対応してください。今生徒さんがプリント屋さんでとお話ししたりとか、あと友達が「お前の英語わかんないんだよ」みたいなこと言われたって言ったと思うんだけれども、それ関連で私のこと言うの忘れたと思って、私はねよくわからないことがあると人に相談しないで直にその質問があるところに電話をしてたので、移民の話だったりとか、ビザの話だったりとか、税金の話だったりとか、もう訳のわからないものはもうネットでサーチとかするようなまだ時代でもなかったんだけど、周りの人に聞くんじゃなくって、もう直にその本物のその情報を持ってるプロにもう連絡して納得しないと嫌なタイプだったからよくやってたんだけれども、でやっぱり中にはその移民の件とかでもなんでわかんないのよっつって言われたこともあるし、税金の件なんて日本でも税金やったことがないから英語でね言われても分かりませんっていう状態になっちゃって、で1回目に電話しました。そしたら女の人が出て説明しても分かりませんで、もうとりあえず分かんないからはいはい分かりましたみたいで切りました。でも納得いかないからもっぺんかけました。そしたらさっきあんたかけてきて分かったって言ったじゃないとか言われちゃって、すいませんってまた切りますだけどやっぱり分かんないからもう一回同じところにかけて、そしたらいいおじさんが出て1から10まできちんと説明してくれたって。だからなんて言うんだろう、一人の人にやられたからってそこで諦めないで、何度も何度も挑戦することはすごく大切だと思いますっていうのを付け加えたいと思います。はい、じゃあ次のさっきのビデオの間にこれが入るからまた戻ると思います。戻ります。はい、でもしもそういう時に待遇しちゃったんだけど話す人がいないとか相談する人がいないとかっていう時には私一応ねニコニコ動画で生放送やったりとかしてるから、そういう時に話しかけてくれたら嬉しいかもしれないっていうのがねいるの、中にたまにどこそこにいるんだけどこういう状況になっちゃってるのみたいなことで話しかけてきてくれたりとか、それが日本であったとしてもね全然そういう風に話し相手が欲しい時に来てくれてもいいから、溜め込んだりしないように、溜め込むのが一番良くないからね。そういう話をね今回はちょっとうまく説明できてるか分かんないけど日本語でビデオを作ってみようと思って作りました。そうだからなんて言うんだろう、語学を勉強して留学してる間にいろんなことに遭遇すると思うの。
人種差別であったりとか言語の壁だったりとか、でもそれは留学している以上絶対にぶち当たる壁だから、でいつか絶対突破できる壁だから、諦めずに頑張っていこう少しでもこのビデオが役に立てたらいいんだけれども。ということでレイナでした。またね。